時計の針は夕方6時を回りました。 TBS ラジオ、そして日本の FM 富士でお聞きの皆さん、こんばんは。今週もスイートディグズ LA スタートです。お相手は私、新海圭樹と手島理香です。この番組はロサンゼルスにあります北米メインランド唯一の日本語 FM ラジオ局 TBS ラジオからお送りしています。もう2020年最後の放送ですよ。本当ですよ。今年はね、いろんなことがあったっていうのはもういろんな番組でいろんな方が言ってると思うんですけど、このスイートディグズ LA 的にはもう濃い1年でございました。リスナーの方との距離がぐんと縮まりましたね。めちゃくちゃ縮まりましたよ。今年1年でねえ、まさかこの始まりの頃に今年のね、こんなにメッセージをいただけるとは思わなかったじゃないですか。いや思ってないですよ、これもね、山川真紀姉さんのおかげでございます。ひとえに真紀姉のおかげです、姉さん、ありがとうございます。もう放送回から4月か5月ぐらいでしたよね、登場していただいて ねあれからもうね、一気に聞いてくださるようになったので、もう本当足なんか向けて寝られません。今噛んだでしょ、噛んだ、一番大事なところで噛んだ足向けて寝てるのか君はみたいなね。寝てるね、これ間違いなく寝てる寝てる、そんなわけでございまして、マキさんどうもでしたそうしたでね、やっぱりリスナーの皆さんがこうやってたくさんメッセージを送ってくださってありがとうございます。ありがたい話でございます。さあ、そのたくさんいただいているメッセージ紹介していきましょう。はい、まずはラジオネームオレンジマフラーさんからいただきました。新海圭樹さん、手島理香さん、お疲れ様です。どうもお疲れ様でございます。このメッセージを送っている本日21日、12月21日お誕生日なんです。おめでとうございます。おめでとうございます、オレンジマフラーさん。さて、先週はリクエストティファニーの I think、かけてくださいました、ありがとうございました。で、以前の GI オレンジのカールさんのように、ティファニーちゃん、いやティファニーさんがツイッターでつぶやかないかななんて密かな期待をしていましたこれも一つの今年の大きな出来事でしたね。そうでしたね。 GI オレンジをかけた時にまさか本人カールさん、あれびっくりしましたよね。あれはびっくりですよね。ティファニーちゃんね、お綺麗な方ですからね。そうですよI think we are on now もね、すごくいい曲でしたよね。いや、まだわかんないですよ、今後あるかもしれないですよ、こうやって言ってれば。なので、またリクエストを送ってきてくださいね、ぜひお願いいたします。お待ちしています。さあ、続いて、埼玉の末永徹さんからいただいています。ハローミスター新海 and ミスリカさん、皆様今年も1年お世話になりました、と言いたいところですが、私は4月末か5月頃からこの番組を聞き始めたので、まだ3分の2年、いやであります。それでももう今年1年お世話になりました、こちらは。そうですよ。っていうか、末永さんってもうメインメンバーですよね。そうボードメンバーってやつね。ボードメンバーです。間違いない。今年の年末年始は交通事情いかがでしょうか。果たしてミスター新海は無事に一時帰国できるんでしょうか何はともあれ、新海さん、理香さん、皆様ご安全にお元気で良い年末年始をお過ごしください。ありがとうございます。ありがとうございます。交通事情はね、こちらアメリカ、ロサンゼルスしか私は分かんないですけど、空いてます、年末年始は。今はね、もう高速道路ガラガラですよね。そうなんです、特に今年来年の年末年始はガラガラ、いつも以上にガラガラになるんじゃないかなというふうに思いますし、私は一時帰国絶対にしてやると思ってます力入ってますね。待っててね、みんなね。さあ、そして、BBSRS さんからもいただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。ミスター新海、理香さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。毎週楽しい放送ありがとうございます。こちらこそ聞いてくださってありがとうございます。減量しているのに、自分へのご褒美と称して週末はラーメンを求めてさまよってしまう今日この頃、今週末は久しぶりに原点に戻って馴染みの地元のラーメンショップに行こうと思っています。わかりますよ、この気持ち減量、僕も今長い間してるんですけど長いですね。長い間してるけど、でも若干変わってきてるんですよ最近。そうは言っても落ちてきましたね。だけどラーメンはまだトゥーゴーしちゃうテイクアウトしちゃうこれどうしても美味しいですもん。あとやっぱりね、馴染みの地元のラーメンショップって自分のラーメンのベースになってるのは間違いないんですよ。そうですね。で、ありません？ありますあります。だから手島さんも多分そのご近所のラーメン店の味って今思い出せますもん。でしょ？僕も出てきますもん、ああこういうのだってあれ食べたいなって思いますよね。いやだからもう週末はねラーメン旅してください、どんどん。そうそう、平日にほら減量して週末はちょっと体にもね許してあげましょうよ。無理はいけないですよ、減量のね。でプラマイゼロと
いうことでございますそれ自分のこと。そう僕ね、はい、RS ありがとうございました。ありがとうございました。さあでは今週のメニューいきましょう。はい、はい、まずはゲストコーナーです。今週は TGS ラジオのバイリンガルパーソナリティ、サムさんが登場してくださいます、はい、英語の勉強方法などについてお話を伺います、全米ラーメン普及委員会、今日は日系製麺会社サンヌードルの沢川圭介さんをお迎えしてアメリカのラーメン業界のこの1年を振り返ります。その他メッセージのご紹介、もちろんリクエストにもお答えしていきますよ。この後およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。さあそれでは今日のオープニングナンバーです。今年最後のスイートディグズ LA、 皆様へ感謝の気持ちを込めてこの曲お届けしましょう。ボンジュビです。 Thank you for loving me。 Sweet Digs LA。 さあこの時間はここアメリカで頑張っている方だったり、アメリカのさまざまな分野に精通されている方にお話を伺っていきます、はい、今年最後のゲストをお迎えしましたね。 TGS ラジオのバイリンガルパーソナリティ、サム・バンデンバーグさんお迎えいたしました。どうもサムです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 TGS ラジオアメリカでお聞きの方はですね、毎週水曜日に LA モーニングパート2にサムさん出てきてくださいまして、そして英語でニュースをね紹介してくれたり、していますが、はい、今日はここアメリカに暮らす私たち日本人にとって多分ね、はい、手島さんもそうでしょう、永遠の課題ですよね、英語。これはね、かなりハードルが高いですよ、超えるには。でしょ、はい、ちょっとこの辺をね掘り下げていこうかなというふうに思うんですけど、はい、まずそもそもなんですけどサムさん、はい、サムさんは、はい、ハーフでいいんですよね。はい、そうです。日本とオランダのハーフです、お父様がオランダ、はい、でお母様が日本人と。はい、そうです。すごいハンサムですよ。そうなんですよ、ね、もう嬉しい今日テンション高い、ね、ちょっとおかしいですよ、いつもと違いますよ、なんかちょっとなんか違うでしょ、違う方見ちゃった、ね、今、でもねそうやってお父様が、オランダの方、はい、でお母さん日本人、はい、でお父様は英語、オランダ語、英語、あとはねヨーロッパの周りだったらフランス語とかね、ドイツ語とか。すごいですね、すごいですよね。でお母さんは日本人だから、もちろんメインは日本語。そうですね、はい、ですよね。そうなると幼い頃、はい、家の中はどういう状態だったんですか？そうですね、ちょっと皆さんが思ってるようにちょっと違うんですけど、やっぱり日本育ってるんで、やっぱり自分自身日本人と思い込んでるところがあったみたいで、実は中3までは僕英語喋れなかったんですよ。それ意外でしょ？本当ですか？そうなんですよ。だって日本で生まれてるわけだから、日本人だっていうふうに思いますよね。周りはね、みんな日本人ですもんね。ですしね。あとね、日本の学校行ってると思われてるけど、実はインターナショナルスクールで行ってたんですけど、そうってなるとそこは全部英語での生活ですよね。なのに中3までは英語ダメ。本当に。でもそういうことをそこからいくとですよ、はい、時期は違えど、例えば手島さんとか私たちと、時期は違うけど同じなわけですよ、スタートは。ある意味、若干アドバンテージはありますよ。若干っていうか相当ねあるけど、でも本格的にじゃあ英語をこれ覚えなきゃいけないなと思ったきっかけとかあるんですか？そうですね、その当時中3っていうのはやっぱり社会の勉強が始まった時期なんで、その時教わった先生の影響で、やっぱり英語しとかないかんのかなという気になって、そっからですねやらなくちゃいけないかなと。そう、ほらそこら辺も僕らと被るじゃないですか。やらなくちゃいけない感はもう満載ですよね。ですよね。でも今はネイティブじゃないですか、もうサムさんは。そうですか。それなんでその中3の時までにもちろんね、家の中ではお父さんとは英語での会話もあった、でインターナショナルスクールに行っていたので、英語での会話もある、だけどちゃんとやらなきゃってなったのが中3じゃないですか、で今はもうこの感じじゃないですかこの感じじゃないですか。大人になったらもう英語がね 100% できる。どうやってそこのレベルまで持ってったんですか？そうですね、アメリカの時は行った大学が航空関係の大学行ってたんで、その時に行ってた周りの人は日本人いなかったんですよ。
もうみんな英語を話す人たちばっかり。でも違う国の人もいっぱいいたんで、やはりその時日本語のなんていうかな、喋る機会がなかったために、英語がやっぱり少しずつ使わないといけない立場。はいはいはい。そうか。ってことは高校までは日本だった。そうです。はい。卒業した後にこのロサンゼルスに来たんですか。82年ですね。もうだいぶ前の話ですけど。大学からはアメリカに来て、で周りに突然もう英語だらけの環境にドンって飛び込んだけど、ある程度もう免疫はあったわけじゃないですか。いやでもね、すごいカルチャーショックでしたよ。そうなんですか。どういうところが。だからアメリカって日本人が思ってて憧れの国や行ったでしょ。突然来るでしょ、全然違ってた。すげえ逆に泣いちゃったもん。本当ですか。本当に日本帰りたいって。ホームシックなっちゃったね。想像してたアメリカとは違った現実は。やっぱり甘くなかった。でもその甘くなかったっていう中にはもういろんなカルチャーとかね、もあったけど、言葉もあったんですか。甘くなかったっていうのは。でやっぱり通じないもの、後でいろいろと話してると思うんですけど、通じないものでいっぱいありましたね。日本感覚で言っちゃったから。なるほどね。そうか、ほら見た目ねこういう感じじゃないですか。もう英語ペラペラっていう英語ペラペラの感じイメージですよ。だから周りもそういうイメージで話しかけてきますよね、確実に。当然サムは英語話せるだろうっていうね感じで話しかけてきてね。だから逆にサムさんはちょっと待ってってなるわけですよ。でその考えないといけないパーツがありますよね。ポーズっていうのは。でもやっぱり頭の中は多分日本でいっぱいだったと思うんですけれども、それをアメリカ英語メインに切り替える、どういう作業をして切り替えていったんですか。その学校で。だから皆さんで一緒で日本語の感覚だから日本語で覚えてて、それを答えに英語に戻してそれが話すわけでしょ。だからディレイ絶対5秒ぐらいあったかもしれない。絶対あったと思う当時。そうなんだ。そう日本語で考えてたんだ。まだ日本語脳の方が強かった。日本の文法で英語の文法もですよね。よく言うじゃないですか。最初はみんなそうやって日本語から英語に変換して答えるって、だけどそれがある時になるともう変換作業がいらなくてそのまま英語で返せるようになるって、今はもちろんそうでしょ、サムさんは。それ英語でセカンドネイチャーって言うんですけど、最初はやっぱりねこのメカニカルみたいにして作っていって、最後はもう自然になると。そうでしょ。これどれぐらいかかりました、そうなるまでに。そうなったの何年かかったかな。大学を卒業するまではまだ変換してました。多分してたでしょ。多分してたと思う。じゃあ実際にその後いわゆる就職、もうこっちの会社ですよね。でも日本の会社だから日系企業。でもね英語部門しか使わないとこだったんで、やっぱりそれでね、そういう感じなんだ。で僕ほら関西だけども、その会社行った時は違う地方の日本だからまだ違う日本語。そうだよね。実はこう見えて関西弁を喋るんですよね。そうなんですよ、サムさん。そうやね、喋んますね。このお顔でね、大阪弁喋るとこんなギャップがまたいいですね。そうなんですよ。だからね、さっきサムさんがちょっと言いましたけど、日本の感覚でこっちに来て英語を喋ろうと思うと、あれ全然これ通じないじゃんっていうことがあるじゃないですか。ある。その辺の話をちょっと年明けのね、放送でじっくり伺っていこうかというふうに思います。ちなみに日本語で、良いお年をっていう表現ありますよね。ありますね。英語だとなんて言うんですか。簡単にね、Have a good year とか、Have a good one っていう感覚がそのまんまです。直訳です。Have a good year かっこいいですね。Have a good day のイヤーバージョンってことですね。これはなんか今年使ってみようかな。私使います。私も使います。使う。かっこいい。ちょっとこういう表現もあるよなんていうのも来週またじっくり話伺っていきたいと思います。来週は英語圏に暮らす日本人の英語あるある、こちらで盛り上がっていきたいと思います。さあいくらね覚えたからってなかなか英語ねネイティブのように話せないんですよね。難しいですよ。そうするとね、この後かけるこんな曲のようになってしまうわけです。お送りしましょう。ニューオーダーのクラフティージャパニーズバージョン。 Sweet Digs LA
from Los Angeles, California. さあこの時間は今年最後のメッセージコーナーですね。はい、行ってみましょう。ラジオネーム豚さんからいただきました。新海さん、手島さん、今年も1年間 LA 情報ありがとうございました。とんでもないです。こちらこそありがとうございます。聞いていただいて。メッセージが毎週たくさんなので、最近はメッセージを送っていませんが、毎週聞いていますからご心配なく。わかりました。ありがたい。聞き逃してもラジコタイムフリーがあるので残さずチェックできました。嬉しいなですね。今年は LA 旅行ができなかったので、来年は行けることを楽しみにしています。来年の年越しは LA で年越しそばならぬ年越しラーメンなども考えていますが、新海さん一緒にどうでしょう。そしてね、豚さんは、フランスで年越しをされた時のエピソードをね、この後ご紹介いただいているんですけれども、実は来週の番組でね、世界のお正月の風習ご紹介しようと思っていますので、豚さんのエピソードも来週また改めてご紹介したいと思います。そして豚さんから最後に、来年も LA 情報楽しみにしています。そう言っていただけると頑張りたいっていうふうに思うんですけど、いやでもね、豚さんはかなりね老舗リスナーなんですよ。そうなんですね。そうですよ。そうでしょ、だって TJS の近くまで1年ぐらい前に来て写真撮って帰ってましたからね。あとちょっとのところで、あとワンブロックぐらいのところまで来て。そうなんですよ。ニアミスでした。ニアミスだったんで、ぜひね、来年の年末はもうきっと大丈夫だと思うんで、年越しラーメン、もし年越しでいらっしゃるんだったら一緒にしましょうよ。全然ね、いいですね。年越しラーメンですよ。そばじゃ、そばもいいですけどね。僕は年越しラーメンでございます。両方どちらもね。豚さんありがとうございます。ありがとうございました。さあ続いてはプーの友達さんからいただきましたよ。店主ミスター新海に煽られる研修中の新人店員リカさん、聞いているとどうもコントを見ているかのように場面が浮かびましたコントじゃないんですよ、真剣なんですよ。それにしても声の響き方からして相当な美味しさアップのようですね。本当に美味しいですよ。香味油のねやつね、めちゃくちゃ美味しい。チー油はさておき、ネギ油だったら裏庭にネギは植わっていることだし、チャレンジしてみようかしら。よし、来週はネギを用意して私も研修に参加します。リカさん頑張りましょうね。ネギ油の作り方簡単です。今お伝えしますね。まず油をフライパンにでも何でもいいです、入れてください。それ、入れる量はネギが隠れるぐらいの量、結構ひたひたにね、ひたひたにします。で、もうジューってならないぐらい弱火で、油を熱してください。でそこにネギを入れます。温まったら。どれぐらいのネギの量？それは出来上がりの量にもよるんですけど、例えば、ネギそうだな2束。2束、で特に青い方を中心に使ってください。そうなんですね。それを入れます。で、もう沸騰っていうか、もう上がるような温度じゃないので 3,40 分入れっぱなしにしとくと、やっとネギが周りが黄土色になるんですね。3,40 分。そうするともう油にネギの香りが移ってますので、それでネギ油完成でございます。香ばしい香りがね。香ばしい香り。チャレンジしましょう。いや手島さんも作ってくださいね。プーさん頑張りましょうね。プーの友達さんね。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ続いて花金スカイウォーカーさんからいただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。新海さん、手島さん、皆さんこんばんは。こんばんは。今はまた飲食店がトゥゴーのみになってしまい、どうしてもベストな状態でラーメンを食べたい私はうつ状態になっていましたが、以前の新海師匠の発言に救われました。それは、麺とスープを分けずに容器に入れてもらい、お店でね、でそのまま駐車場でラーメンを食べちゃう、という単純なものでした。何度か試した結果、駐車場の車内で快適に食べるコツを見つけたのでシェアさせてください。その1、お盆を持参するか、お店に借りること、容器を置く場所に困りませんし、車内でスープをこぼすと悲しい気持ちになります。なるほど。これは言っちゃいましょうか。その2、お店から離れた場所に駐車すること、お店の前で車内で食べているのに気づかれると結構恥ずかしいものです。その3、消臭剤を用意すること、車内で強烈なラーメン臭の余韻に浸りたい方はなくても可能です。皆様の駐車場ラーメンライフが充実することを心よりお祈り申し上げます。いや花金さん、
素晴らしい。これ素晴らしいですね。お盆はね、言われてみれば思いつかなかった。僕いつもセンターコンソールっていうんですか、真ん中のところに熱々って言いながら置いたりしてたから、これお盆さえあれば膝の上に乗せられますよね。乗せられるもん。実はね、私もこの前家族でラーメン食べに行きたくて、だけど食べる場所がないですよね。今ね、お持ち帰りのみだから、これですよ。そうなんですよ。お盆があったら車内で安心して食べられる、これはねナイスアイディアです。なるほどね。だけどね、2番と3番はねこれ人によると思うんです、私で言わせてもらいますと、もう店の目の前に堂々と止めてですね、周りからお客さんが入ってくるのに、じろじろ見られようがラーメン吸ってますしかも、匂いをつかないようにするために窓開けてですね、食べてる、目があったらもう美味しいよぐらいな感じで恥ずかしくないんだ。恥ずかしくない。これ後部座席じゃなくってやっぱり運転席で、僕は助手席に座るんですけどね、あえてね、助手席座ってもう本当目とか合いますもん、でしょうね。みんな見ますよね、そうだけどこれすればぐらいの勢いでなんか文句ある？そうこれだってラーメン屋さんだよみたいな、ラーメン食べてんだよって、人によるのかな花金さんは、こうしてください、ぜひ。花金さん、いいアイデアありがとうございました。さあ続いて、田村さんからいただきましたよ。新海さん、手島さん、おはこんばんちは。おはこんばんちはです。おはこんばんちは。今週の熱い一曲リクエストのコーナーそんなコーナーありましたっけって自分で突っ込んでますね。先日新海さん、ともくるさんとツイッター上で熱い曲の話をさせていただき、再びそっちのジャンルの音楽への熱が再燃してきております。ともくるさんに続き、ちょいちょい熱い曲のリクエストを送りたいと思っておりますので、新海先輩よろしくお願いいたします。そうなんです。実はですね、ともくるさんもメッセージ、トム・クルージングさんもメッセージいただいてて、熱いナンバーをですねリクエストいただいてるんですよ。そうですね。そうなんですよ。ちなみにトム・クルさんね、熱いつながりで、ラーメンアットを思い浮かべたそうです。熱い人と書いてアット、そうそうアット、マスターや店員さんを見て、思い出したのがめちゃくちゃ熱いバンドラムシュタインですって書いてあるんですね。ものすごいなんて熱いっていうか濃いバンドなんですよ。激しい感じの。激しいっていうよりも濃いんだ。濃いんですよ。ラムシュタインは。でしかもいただいてるリクエストがラムシュタインのボーカルのリンデマンのソロの曲なんですけど、ちょっと考えていいですか、僕さん。でそうなんです。それで先々週かな、番組が終わった後の、ツイッターでですね、ハッシュタグスイートディグズ LA、 皆さんも参加してみてください。ぜひぜひ。そちらでですね、熱い曲のリクエストね、熱すぎたかなってトム・クルーさんつぶやいてたんです。たまたまメッセージが届いてなかっただけで、やっぱり熱すぎたかなみたいなことを書いてたから、だからかけてもらえなかったのかなって。いやいや全然いいですよ、で僕が書いたらタゴラさんがそこに入ってきて、お、いいんですかみたいな、熱い一曲コーナーみたいになってタゴラさんも好きなんですね、熱い一曲がね。好きなんですよ、全然 OK です。そうです。お送りください。今日どっちがいいかなっていうぐらい来てるんで、今日はちょっとタゴラさんの曲にしようかな。トム・クルさんトライしてみてください。必ずねお届けしないわけじゃないんですよ。そうなんですよ。熱い曲が聴きたいという時は。そうなんです。この番組はね結構かけますよ。そういう曲も。そうなんです。本当今聴きたい曲をぜひリクエストしてきてください。お願いいたします。じゃあ曲紹介お願いしちゃおうかな。じゃあタゴラさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。レイジー・アゲンスト・ザ・マシーンでゲリラ・レディオ。全米ラーメン普及委員会。今年最後の全米ラーメン普及委員会が始まりました。まあこのラーメン業界にとってもいろんなことが当然今年はありました。最後はですね、やっぱりこの方とラーメンの話をしていかなきゃ締まりません。ご紹介しましょう。日系製麺会社サンヌードルの沢川圭介さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。半笑いで出るのやめてください。さて、今年はね、もちろんもう何度も言ってるようにコロナ禍という中でレストランがね、あれは最初は4月ぐらいでしたっけ、このロサンゼルステイクアウトだけデリバリーだけになったのは。そうですね、それぐらいでしたよね、でそこでさあ大変、ラーメン屋さんどうすんだってなって、で当然テイクアウトするしかないわなって、なったじゃないですか、でそれから時系列でいくと一旦パティオ営業が OK になりましたよね、でもまた
テイクアウトのみになった、でもこれはお店の方にとってももちろん麺を作ってる沢川さんにとってもいろんなこうさあどうしていこうかって考える年だったわけですよね。そうですね、本当にじゃあ皆さんね、ビジネスを続けるために、もう本当いろんなこと考えられましたね。そうですよね、でいろんなレストランの業態がある中でラーメン屋さんっていうのが今回のこのコロナでどうだろう、私の中では結構強く影響を受けたんじゃないかなって。受けましたね。やっぱりテイクアウトはラーメン屋さんにとってハンディキャップですよ。ですよね、さあそんなハンディキャップの中でどうでしょう。私個人的にはまず最初に言わせてもらうんですけど、このテイクアウトが非常に進化したんじゃないかなと。それは間違いないですね。思いますけど、沢川さん具体的にここは進化した、いやお店の方はみんな考えたな、この業界考えたよなっていうことあります？そうですね、やっぱりまずオーダーをする時点でテイクアウトのラーメンを、今まででしたらねお店に行ったりとか電話でするものをオンラインで、そうですね、もう各店ウェブサイトを充実させてですね、オンラインでオーダーできるようにしましたよね。そうですよね、これかなり大きいですよね。大きいですね、でこれもだってもしもね普通に戻ったとした場合ですよ、普通の営業でも使っていけることですもんね。そうですね、そうですよね、じゃあオンラインでオーダーしました。実際にじゃあラーメンをテイクアウトをするために作るわけじゃないですか、そこでも試行錯誤がありましたね。ありましたよね、どの部分の試行錯誤が？まず、なんといってもその麺類は伸びるじゃないですか。伸びますよね、調理すると、そこで一度ね、茹でて、この氷水で締めたりとかして伸びないように、そういった工夫もありますし、あと器、当然スープと麺、トッピングは別に入れますけど、そういった器も、そのラーメン用にね、いろいろ考えられて使ってるお店も多いですね。ある、ラーメンチェーンの方ね、この間話してましたけど、逆にトゥーゴーの方が人件費がかからないんで、利益率が高いと、そういったコメントもあるんですよね。もちろん実際出来たてをラーメン屋さんで食べるのが一番美味しいんですけど、こうなってしまった以上ね、お店側としてもやっぱり儲けなければいけないわけで、そこでいろんな工夫をしたわけですよね。そうですね。あとはどうでしょう、こんなことになってしまってレストランとしてやっていくのが大変になったなんて言ってお店が開くなんていうことも多くなりましたよね。そうですね、これはラーメン屋さん限らずというか、ラーメン屋さんのは少ないんですよね、そういったケースは、ただ他のレストランは非常に、特にロサンゼルスニューヨークもそうですけど、増えてて、でもそれと同時にですね、開いてるので、結構格安に逆に新しいお店オープンできるんですよ今。そうか、通常だともうすごい金額じゃないとそのお店使えないのに、この時期だからこそ格安になってると。そうですね、そこで新たにラーメン屋さんを開ける方も最近ちらほらいらっしゃるんですよね。それは日本人以外ですか？日本人以外の方が多いです。あ、そうなんですか。キッチンがあるもうレストランだったら、比較的簡単にそのラーメン屋さんに変えれる部分もあるんじゃないですかね。ありますね、非常に分かりやすくありますね、それは。そうか、だから簡単な言葉で片付けちゃうと手が出しやすい。そうですね、ハードルが下がってます。下がってますよね、でもそれで日本人以外の方が、こういう時期だとしてもラーメン業界に入ってくるっていうのは先が明るいですよね。そうですね、これはこれで嬉しいことではあるんですよね。そうですよね、こんな状況下だけど、非常に前向きな話そうなんですよではありますよね、でもどうですか、実際にそういう日本人以外の方々この時期ちょっと始めてみようかなっていう方ってラーメンもう作れるんですか？作れますね。もうじゃあどこかで知識を得て、でちょっと日本人が開けるラーメン屋さんとは違って、ちょっとアレンジされたラーメンが多いような印象を受けてます。例えばざっくりでも構わないんですけど、例えばですね、メキシカンのスープを使ったラーメンとかですね、そういうのもありますね。僕らがやって早すぎたやつですね。ちょっと早すぎたやつですね。豚骨トマトラーメン的なサルサ的な話ですね。そうですね、今だったか、やっぱりちょっと新海さん早すぎましたね。でもそうか、だからラーメン
の結局定義になってくると思うんですけど、ラーメンの麺を使ったらラーメンなんじゃないかという沢川さんの以前お話ありましたよね、だからスープはなんであれ、ラーメンの麺を使って、でラーメンヌードルとして出せばもうそれはラーメンだと。それはもうラーメンです。いったもん勝ちです。いったもん勝ちですよね。でもそういう店もあるわけですね。ありますね。それでも食べてみたいな逆に、でもこのねおよそ10年間で一気にこのアメリカのラーメンが進化したわけじゃないですか、でそんな、およそ10年目ですよねにこんなことになった。だけどこんなことになったからこそ次のステップに進むことができたっていう感じもしませんか？そうですね、やっぱり本当皆さん本当苦労されて、大変なことは大変なんですけど、明るい未来を見ないとしょうがないじゃないですか。そういった意味では、新しいこうラーメン屋さんの形態ができてきたのかな、という意味でポジティブに捉えたいとは思ってますね。そうですよね。以前違う番組でも話をしましたけど、こちらのねホットソースのメーカーのタパティオというところがですね、カップルラーメンを出したわけですよ。僕はそれを見てですね、うわすげえラーメンが浸透したっていうふうに思ったんですけど、これが実際のねラーメン店でも同じようなことが起き始めてそうですね、いるわけですよね、これはでもコロナがもう明けるのがちょっと今から楽しみにそのラーメンにおいてね、なってきてるなって。そうですね、あと今までアメリカには、なかったんですけど、日本ではね、卓麺とかねそういうのあるんですけど、冷凍ラーメンキット、これがねここのところどんどんそうですね、出てきてますね。そうね、日本にはねあったじゃないですか。それこそコンビニで売ってたりとか、僕ね最近出始めたじゃないですか、そういうサイトも出始めて、でそうかって言われてみればなかったなって思ったんですけど、あれは進歩ですよね。そうですね、また新しいビジネスが生まれたなっていう感じですか。そうですよね。いやこれがね本当家で作っても美味しいございます、実際にね以前も中村屋さんのフローズンラーメン、一生懸命手島さんね、作りましたけどね、美味しくいただいたので、あとね感じるのが、よく日本のスーパーでももちろんありますけど、生麺にスープついたラーメンパックあるじゃないですか。2食入りとか3食入りとか、今までねこっちに日系のスーパーとかアジア系のスーパーではよく売れてたんですけど、このコロナ禍になってからですね、アメリカ系のスーパー、例えばホールフーズしたそうですし、そういうところの売れ行きがすごいんですよ。そうなんですか。であれはねもちろん調理するためには一手間かけないといけない。そうですよね、それをアメリカ人がその家でやってますね。ちょっと手島さん負けてらんないですよこれ本当に。そういう流れもできたんですね今回。そうですね、いや本当よくね口にする言葉ですけどニューノーマルとは言いますけど、ラーメン業界のこのアメリカにおいてねニューノーマル結構出来上がりましたね。できましたね、ですよね、前向きにねやっぱいろんなことを考えたいなって思うんですけど、前向きなことが多かったと、いうふうに考えてもいいんじゃないですかね。そうですね、来年2021年は、これを機にそうね、もっと飛躍ラーメンにとって飛躍できる年になるんじゃないかといやもう信じてます、全米ラーメン普及委員会ですからね、もう全米にもっともっとラーメンを普及して、私もですね頑張っていきたいなというふうに思っております。頑張ってください頑張っていただきますということで、今日はですね日系製麺会社サンヌードルの沢川圭介さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。スイートディグズ LA お別れの時間が近づいてきました、まだメッセージ熱いメッセージがあるのでご紹介していきましょう、ラジオネームゆうちゃんです、ミスター新海理香さんよメリークリスマスでしたね、アメリカのクリスマス事情を教えていただきありがとうございました。
アメリカに倣って我が家も今年はケーキを食べませんそうなの、はい、平日で習い事もあるのでケーキやチキンは省略して代わりに好きなアイスとプレゼント代を増額してあげると言ったら大賛成の子どもたちでしたさっぱり度が私に似ていて素晴らしいです、はい、お二人は前回予告された通りのステイホームクリスマスを満喫されるんでしょうか。いやいいですね、ケーキやチキンを省略して代わりにアイスとプレゼント代増額で、オッケーってなったんでしょ。こっちの方がいいみたいなね、はい、ここはラーメンだったら多分って言われるんでしょうね。いやどうでしょうね。さあステイクリスマスはい私はですねなんて言ったって、ぶっちゃけ2週分を収録してるわけです、このスイートディグズ LA をね、もう編集が大変なわけですよということはやっぱりクリスマスも会社に来て、そうですね、もう朝もね、普通に、番組がありますしね、なのでいつも通りいつも通り会社で過ごす一日になりそうですね、新海さんね、どうでしょうね、ステイアットホームで、手島さんはどんな風にステイアットホームをしているか、近場の大自然の中にでも出かけていきたいなとまた果敢に思っております。ありがとうございました。続いてラクリマクリユッティさんからいただいています、背脂なら私も負けないユッティです、実は急に思い出したことがあります、私のラジオネームですが、とあるラジオ番組で6年ほど前に DJ の方に命名してもらったんです、ラジオネームを読んだ時に読みづらくて噛んでしまうようにと、なのに誰も噛まずにスラスラ言ってくださる、なんてことかしら、そりゃそうだよな、6年も使ってりゃ噛まないよな、ラジオネームにミドルネームをつけたら長すぎて迷惑ですか、お二人さん。いや全然大丈夫ですよ、ラクリマクリユッティさん。はい、長くしてください、だってもうこの後読む人なんて毎回ラジオネーム変わってるしだいぶ長いですからね。そうですね、ラクリマクリユッティさん、ちょっといいっすよ、なんか変えてみてください。ちょっと新しいオリジナルバージョンを来年から、ミドルネーム入れてみてください。待ってますよ。ありがとうございます。ありがとうございます、続いてニックアットナッシュビル改め、ラックスビルさんLAX ビルさんですね、新海社長、今年何回背脂、豚骨、ポンコツって発したか覚えてますか、僕数えてみました、2599回です。なわけない、嘘って書いてありますよ全く、この収録をされている頃には僕は LA に向かっているはず、オンエアの時にはきっとカリフォルニアの風と美味しい日本食に溺れていることと思います、今年後半は DJS とお二人のトークで退屈な毎日を本当に楽しませていただきました。いろいろとごちゃごちゃした年末ですけれども、健康第一で良いお年をお迎えくださいね。来年も楽しませてくださいね。期待しています。いやもうね、ナッシュビルから聞いてくださるようになってこんなリスナーさんがね増えたっていうのは僕らも嬉しかったですよね。嬉しかったですよ、そして毎回私たちを楽しませてくれるこのラジオネーム、そうですよ、ね、さあ次回はどうなってるのかなまたそうやってハードルを上げて、でもLA にねいらっしゃるということで満喫して帰っていただければと思います、そして最後が、ラジオネームあずきあらいさんですね、ミスター新海&手島さん、おはこんばんちは。こんばんちは。クリスマスが終わればすぐにお正月ですね、日本のお正月といえば知っての通りおせち料理、お年玉、初詣、たこ揚げなどですよね、そこでアメリカでのお正月の特徴を教えてください。これね、あずきあらいさん、さっきもねメッセージのところでちょっとだけお話ししましたけど、豚さんが書いてくれてたのかな、来週年明け1月2日のザ・フォーカスのコーナー、世界のお正月事情に注目しようと思ってますので、そちらぜひ楽しみに待っててください。聞いてください。じっくりお話しさせていただきます。さあそんなこんなで今年もお別れの、時間となってきましたね。いや今年は本当オープニングでも言いましたけど、飛躍のこのスイートディグズレイにとってはですね、年でした。本当に皆さんね1年通してメッセージをお送りくださってありがとうございました。ありがとうございます。本当心から感謝いたします、ぜひ来年もですね、この私たちにお付き合いいただければ、幸いでございます。とても嬉しいです。よろしくお願いします。ということでお別れです。お相手は私新海圭樹と手島理香でした。では良いお年を。